始まりました。今夜も私たちのレートナイトジャパニーズチャットの時間ですよ。はい。この番組は日本語を勉強している皆さんと一緒に日本の友達同士のリアルな会話や最近の流行を深夜の電話みたいにゆるっと共有する番組です。私たち、みさきと、のぞみがお届けします。ねえみさき、4月になってさ、なんかそわそわしない？わかる。なんか春ってなんか落ち着かないよね。入学式とか新しいクラスとか、なんか全部が新しくなる感じで。日本って4月に新学期が始まるから、春が出会いの季節って言われてるよね。そう。今日はその出会いの季節にちなんで日本の恋愛について話してみようと思うんだけど。いいね、4月らしいテーマ。そもそも日本の入学式って海外と結構違うよね。そうだよね。日本の入学式ってすごく儀式っぽい感じがあって、桜が咲いてる中、制服着て体育館で校長先生のお話があってみたいな。そうそう。そしてそこで初めてクラスメートと出会うみたいな。クラス替えって文化もあるよね。毎年かあるいは何年かに一度クラスのメンバーが変わる。あの緊張感ね。誰と同じクラスになるんだろうって。好きな人と同じクラスになれるかどうかみたいな。部活の勧誘も春だよね。新入生が入ってきて先輩たちが勧誘して。先輩と後輩の関係も日本の学校ならではだよね。そこから恋が始まることも多いっていうし。先輩に憧れてましたっけ。日本の学校恋愛あるあるって何かある？定番は隣の席になったじゃない？あるある。席替えで隣になって仲良くなってみたいな。あとは下校が一緒になったとか、同じ班になって文化祭の準備してたらとかね。一緒に過ごす時間が増えることで好きになっていくみたいな感じが日本の学校恋愛らしさかもしれないね。気がついたら好きになってたみたいな。映画やアニメとかでもよくある展開だよね。放課後の教室、夕日が差し込んできてみたいな。なんかキラキラしてるね。実際はもっと地味だったけど。それぞれにドラマがあるってことで、じゃあここから少し恋愛の日本語を見ていこうよ。まず告白。告白ね。日本って告白しないと付き合えない文化あるよね。そうそう。海外だとなんとなく付き合い始めるみたいなケースも多いって聞くけど、日本ってちゃんと言葉にして伝えることが多いよね。付き合ってくださいってはっきり言う感じ。定番の告白フレーズって言ったらまず好きです。そして付き合ってください。これが基本中の基本。シンプルだけど言うのには勇気がいるんだよね。あと、ずっと前から好きでしたとか、あなたのことが好きですとか、丁寧な言い方もある。学校だと下校中に呼び止めて告白とか手紙を渡すとかもあったよね、昔は。手紙告白、下駄箱に手紙が入ってたみたいなやつ。今は LINE で告白する人も多いらしいけどね。時代は変わったね。でも、言葉にして伝えるという文化は変わってないよね。学校でのビッグイベントといえばやっぱり文化祭。文化祭と体育祭は鉄板だよね。準備期間に仲が深まるみたいな。あと修学旅行、夜に部屋で話して仲良くなってみたいな。そして卒業式。卒業する前に告白するって定番の展開だよね。卒業してから後悔したくないって思って告白するみたいな。卒業式の日に第2ボタンを渡すって文化も聞いたことない？あー、制服の第二ボタンって好きな人に渡すものなんだよね。そうそう、心臓に一番近いボタンって言われてて特別な意味があるんだよね。今はあんまりやらないって聞くけど、でもロマンチックだよね。ここで日本語学習者の皆さんに覚えてほしい表現を紹介するね。好き以外の恋愛表現。ああ、これ大事。好きだけじゃないよね。まず気になる。誰かのことが気になってるって言うと、好きかどうかわからないけど意識してるみたいなニュアンス。最近あの人のことが気になってるんだよね、みたいな。そしてドキドキする。心臓がドキドキするって初めての恋の感覚を表すのによく使う。あの人を見るとドキドキするね。あと意識してしまう。無意識に気にしてしまうという感じ。意識するって言葉、恋愛でよく使うんだよね。なんでか知らないけど、あの人のことばかり意識してしまうみたいな。そして胸がいっぱい。感情がいっぱいで嬉しいような切ないようなみたいな複雑な気持ちを表す表現。日本語って感情の表現豊かだよね。
あと、胸がキュンとするも有名だよ。キュンって擬音語で胸がキュッとなるようなときめきを感じる表現。日本のドラマや漫画でよく出てくる表現だよね。恋愛っていいことばかりじゃないから、失恋の表現も覚えておこうか。大事ね。まず、振る、振られる。告白を断るのが振る、断られるのが振られる。昨日振られちゃったって感じ。つらい。そして片思いも大事な言葉ね。自分だけが相手を好きな状態。片方だけの思いだから片思い。ずっと片思いしてたとかよく聞くよね。そして引きずる。失恋した後もまだその人のことを忘れられない状態。半年も引きずってるみたいに使う。わかるわかる。あと立ち直るも使うよね。もう立ち直った、なかなか立ち直れないとか。恋愛語彙って覚えると友達との会話が一気に広がるよね。今日はいっぱい恋愛の日本語を紹介したね。そうだね。告白、片思い、振られる、引きずる。日本語の恋愛表現って本当に豊かだと思う。日本語を勉強してる人は恋愛ドラマとか漫画を使って自然に覚えるのが一番早いかもね。それ絶対そう。日本の少女漫画とかドラマって恋愛表現の宝庫だから、楽しみながら覚えられるよ。4月、皆さんも素敵な出会いがありますように。日本語で恋愛表現できたらきっともっと楽しくなるはず。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。